はようございます。本日は9月の24日、現在朝6時です。本日はこれから燕岳の山頂を目指します。中尾温泉からの登山ルートは 1300m ぐらいの上昇になりますので、無理をしないでペースを守って登っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。今回の参考計画をご紹介します。中房温泉からの登山ルートは登山口から 0.5 キロほど下にある駐車場から出発します。ここからアルプス三大急と合戦尾根に入山。200メートルほど上昇すると第1ベンチがあります。最初の急登が一段落すると第2ベンチ、しばし尾根伝いに登ると第3ベンチ。この付近で標高2000メートルを超えます。再び急登が始まり200メートルほど登ると富士見ベンチ。さらに130、40メートルほど高度を上げると合戦小屋に到着します。合戦小屋から少し登ると合戦山の頂上があります。尾根に沿って歩を進めると最終ベンチ。円山荘に到着したら大きな荷物を下ろします。ここで昼食を食べた後、山頂へ向かいます。有名なイルカ岩はこの辺りにあります。そして北アルプスの貴婦人燕岳に登頂します。登頂後は円山荘へ戻り、1日目の参考は終了です。2日目は再び山頂に登って朝の景色を見に行きます。その後、前日と同じルートで下山を開始します。今回も許可を取って山頂付近を空撮しました。紅葉に染まる秋の燕岳の様子をぜひご覧ください。それでは入山します。天場は完全予約制ですね。お気をつけください。第2ベンチ到着。次はね、富士見ベンチっていう休憩スペースがあるので休憩したいと思います。標高はさっき 2100m 超えてきました。急登はずーっと続いています。まあペースを守ってゆっくり登っていきたいと思います。本当だ、富士見ベンチ到着。あと 2.4 キロか。標高書いてあるね。2200かちょうど。次は合戦小屋ですね。2350メートル目指します。天気の方は予報通り晴れでね、だいぶ気温も上がってきたんで暑いです。まあぐずついてね、雨を心配する登山よりは全然ねありがたいですね。カメラだとちょっと伝わりづらいかもしれないんですけど、少しずつ景色が上の方も抜けてきたんで、合戦小屋
近いのかな。合戦小屋まであと10分。じゃあだんだんこうね色づいてきてるね。木々も低くなってきて素晴らしいね。景色がめっちゃ抜けました。合戦小屋到着しました。2350。ああ着いたね。はい、じゃあここでねちょっと休憩したいと思います。行ってみます。南滝小屋は営業しません。記念撮影走りこいしよう。豚汁品切れか。やっぱり人気あるんだね。残念ながらスイカは終わっちゃいました。豚汁が美味しそうだったんだけど、豚汁も品切れでしたね。合戦小屋でした。合戦小屋出発して円山荘向かいます。はい、景色がねようやく抜けてきました。あれ槍ですね。奥に見えてます。残り約 1.3 キロ、標高差にしてもう200メーターぐらいですね。傾斜も緩やかになって、道もですね、ご覧の通りちょっとずつ広くなってきてます。ここはこのコース初めての鎖場がありますね。少しやっぱ気温が上がってきてるんで雲が上がってきました。はい、あと少しなんで頑張ります。北アルプス見えてますね。うわ到着。うわ疲れた。燕岳の山頂も稜線まではっきり見えてますね。このお昼ご飯できました。今日のお昼ご飯はベーコントマトクリームリゾット、モンベルのやつですね。ここに入れます。霧でかすってしまいましたので、山頂に行くのはちょっと様子見です。昼会話です。ちょっといっぱいやりたいと思います。外がねもう霧で。ハンバーグ定食ですね。味噌汁ご飯です。はい、いただきます。いいですよ、こんな感じ。
はようございます。本日は9月の26日の土曜日です。時刻は今6時前ぐらいですかね。今日の行程は馬喰岳の山頂に登ってきます。で、そこでね、空撮とかさせていただいて下山という工程になってます。今日の天気は、今晴れてますけども、昼ぐらいには、一時期の予報となってますので、早めにね行動して参考を終えたいと思います。それでは山頂を迎えたいと思います。天気は快晴です。初日の出ご覧になられた方々が続々と戻ってきてますね。イルカ岩に到着しました。あ、すごいね。奥に槍ヶ岳とイルカ岩。この辺りは森林限界の高度なんですけども、松明が割と高さある感じで群生してます。ここが、メガネ岩ですね。山頂着いた。こんにちは。こんにちは。最高。燕岳の山頂に到着しました。標高は2763メートルです。これが常年お天正で、あれ穂高ですね、きっとね。で槍ヶ岳、笠ヶ岳、これが雲の平に向かう平原と思いますが不明です。でこうずっと来て、水晶岳、野口五郎岳、後半は全部教えてもらいました山頂での仕事が終わりましたんで、これから下山したいと思います。
草温泉に無事到着しました。お疲れ様でした。はい、今回は円山荘に1泊という形で燕岳に登ってきました。天気は初日も2日目も恵まれてですね、登りやすいコンディションだったと思います。上に登ってからは残念ながら霧に包まれてしまって眺望がなかったんですけども、今朝は朝から雲一つない眺望を見ることができて、非常にいい体験ができました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。